この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。もう次の次か。ねえ、さっきからどんどん人増えてってない？立ち見が出始めてる。再結成して一月も経ってない同好会目当てに。笑えない状況だな。これ全部刹那目当てなの？少なくとも春樹のギターを聴きに来たやつはいないだろう。トーマ目当てのやつらなら少しはいるみたいだけどな。ああ、音楽か。相当嫌ってるらしいからな、お互い。笑い物にしたくてしょうがないんじゃないか。なんてネガティブな。目立てば目立つほど敵も増えるさ。そりゃ刹那ちゃんだって例外じゃない。外したら一気に叩かれるぞ。なんか実感こもってない？その言葉。男であんたに味方してくれるの春樹しかいないもんね。人のこと言えるのか、スパルタキャプテン。そろそろあいつらのとこ行くか。刹那またガチガチになってなきゃいいけど。下手なこと言って余計なプレッシャーかけるなよ。よっ、次だな。お前ら目当てで立ち見まで出てるぞ。言ったそばからいきなり約束破ってどうするの？ちょっとは空気読めって。どれどれ？ああ、ほんとだ。春樹くん、すっごいお人。刹那が少しだけ舞台に上がり、幕の隙間から、客席の様子を伝えてくる。だからさっきからそう言ってるだろ。大学からもかなり流れてきてたって。とはいえ、俺もつい数分前に入ったばかりだから、客席のある意味惨状は十分に認識していた。あと刹那のお母さんと弟も探してみれば見つかるんじゃないかな。予想した通り、ほとんどが刹那目当ての、普段はライブとかにはほとんど興味のなさそうな、いわゆる、素人だった。その二人が一番嫌。家帰ったら絶対ボロボロに言うんだよ。二人ともカラオケで外しまくるのにさ。へえ、家族でもカラオケ行くことあるのか？みんなが1曲ずつ歌う間に5曲は歌うから、最近は一緒に来てくれないけどね。自業自得だ、自業自得。どうして歌うことに関しては謙虚になれないかな。仕方ないよ。だって私の方がうまいんだもん。たくさん歌ってもいいんじゃないかな。あれ？で、誰が空気読んでないって？寝不足でテンション上がってるんだろ。何しろ昨日から一睡もしてないんだから。寝てないのはトーマだって同じだろ。お前だけどうしてそんなに落ち着いてるんだ。とはいえ、テンションが上がってハイになっているトーマなんてのは、出会って半年の間、お目にかかったことないけどな。私は5歳の頃からコンクール出てた。毎年少なくとも3回は出てた。で、優勝できなかったのは2回くらいかな。いや、お前の自慢話が聞きたかったわけじゃないんだ。確かに十分自慢に値するエピソードだけど、というか、やっぱりこいつ天才なんじゃないかって思うけど。じゃあそのベテランのトーマさんから私たちに一言アドバイスを。刹那。舞台の袖から戻ってきた刹那が、さっきのまま陽気にトーマに問いかける。ハイであろうが、落ち着いていなかろうが、
もう昨日のような青ざめて震える弱々しい女の子はそこにはいなかった。今の刹那ならうっかりミスはあっても緊張で失敗することはありえないって信じられる。そんな強い瞳を俺たちに見せてくれる。じゃあ一言だけ。で、そんな強い光を受けても、トーマの淡々として、それでいて不敵な面構えは、やっぱり崩れるはずもなかった。二人ともなんて頼もしい。やっぱり失敗するとしたら俺だろうな。こんな準備不足でうまくやれるわけがない。これは全て同好会を一度は崩壊させた部長と、時間がないのにやっつけで再結成した北原の責任だ。うーわひえ。なんて正論。一言。失敗するとしたらどころか、すでに俺が失敗していると言い切られてしまった。二人は音楽をバカにしてる。しかも北原に至っては本番前日になってさらに1曲増やすとか言ってるし。それは確かにな。ひどい話よね。ちょっと待て。トーマが曲を作ったのに、打ち込みだってやってたのに。で、今はみんなを鼓舞する時間じゃなかったのか。もう10分もしないうちに俺たちの出番なのに。じゃあ私も正気じゃないよね。それでも春樹くんのしたことが正しいってそう信じてるんだから。というわけで誰も正気じゃないから、ま、なんとかなるんじゃないか。え？楽しくやろうね。そしてみんなをびっくりさせてあげようね。二人とも迷ったら私の音だけ聞け。なんとか導いてやるから。おお。でもね、ラストナンバーだけは観客なんか気にせずに3人だけで盛り上がろう。私はそれで構わないけど、北原は？刹那、トーマ。とうとう前のチームの演奏が終わった。あと10分もしないうちに俺たちは目の前の舞台から満員の観客に向かって音を発信する。もう逃げ場はない。そして今更おさらいなんかできない。じゃあ行こうか。トーマさん、私のせいで超満員になっちゃってごめんね。その時々傲慢になるところがほんと苦手だ。ほら行くぞ北原。ああ、二人とも俺がソロ外しても笑うなよ。笑うに決まってるよ。指さして笑ってやる。お前ら。でももうやり残したことなんかない。限られた時間の中で練習して徹夜して曲作って喧嘩して仲直りして風邪ひいて看病しておじけづいて克服してそして今日を迎えた。友情なのかそれ以外なのかはわからないけど3人の間に強い絆だって育んだはずだ。だから俺たちは力強い足取りで今までのたった2週間を今からのたった十数分にぶつける。なんだよあの子たち。あそこまで春樹を信じられるってどうかしてんじゃないのか。竹谷には一生かかっても作れない関係だよね。女の子と男としてしか向き合えないから。うるせえよ。でもさ、あんなにどうしようもなくなっちゃったらこれからが辛いよね。あの3人。やめてくれよそんなこと言うの。
さあ、行きましょうか、本番。舞台の幕が開く。お、こうオートや。翻訳勢ごめん。うわいきなり掴んだ。マジかよ。ホワイトアルバムだ。湿布。なんなのこれ。こんな古いの歌っちゃってさ、やっぱり全然大したこと。うまいじゃん。やばいよこれ、めちゃめちゃうまいじゃん。どうなってんだこれ。なんで姉ちゃんの歌でこんなに盛り上がるんだ。ねえねえ高弘、これ聞いたことあるような気がするんだけど、なんだったかしらね。いっつも姉ちゃんがカラオケで歌ってた曲だろ。そんくらい覚えてろよ。トーマ、そろそろ。本当にやるのか。絶対に受けるって。知らないぞ私は。行けトーマ。やりゃいいんだろ、やりゃ。ちょっと一体何なのあの人。春樹がさ、サックスが入るパートだけキーボードの音入れといてくれって。最初何言ってんだか理解できなかったけど、元音楽家のピアノ専攻なんでしょ。周囲とうまくいかなくてやめたらしいけどな。そりゃ行かないって。同業であんな人がいたらやってらんないよ。ほら見ろ、大受け。なんだかな。滑稽だな、あのトーマがこんな曲弾きを。音楽なめてる。天才だとか金の卵だとかチヤホヤされて行き着いたのがこれかよ。まったく失望だ。お前トーマに期待してたの？一番嫌ってたような気がしたけど。こんな茶番これ以上見てられるか。俺のライバルはここにはいなくなった。いるのは曲芸を見せて越にいるピエロだけだ。お前トーマに相手にされてたっけ？どのコンクールでも勝てた試しがなかったような。お前さっきからうるさいな。けどさ、これってあいつらの作戦勝ちじゃね？何が？だってさ、どうなのよこれ。やったね。
あもうどうでもいいや。最後にひときわ大きな拍手が流れると、俺たちはアイコンタクトでお互いの健闘を称え合った。約1名の投げやりな反応を除いて。せつな、大丈夫か？なんとかやってみる。見守っててね。そして拍手が小さくなるにつれ、次から次へと新しい試練がやってくる。つまり MC。骨は拾うから。骨になる前に見とってほしいな。打ち合わせも何もなく、やるかやらないかすら決めてなかった。しかし、まあ今ここにいる観客の誰もが刹那の生の声を待ち望んでいるのは反応から分かってしまっていたから。こんにちは。軽音楽同好会です。一昨日、観客のいない舞台で声も出せなかった刹那が満員の人たちに向かって語りかける。今日は北条大附属学園祭にようこそ。皆さん楽しんでますか？失礼。喋ること考えてなかったのでちょっとぎこちなくなると思いますが、ごめんなさい。正直こんなにたくさんの人に来てもらえてびっくりしています。こんなことならユニット名考えておけばよかった。あ、それで今の曲ですが、一応知らない方のために紹介しておきますね。ホワイトアルバムといって、今から10年前くらいかな、森川由紀さんのデビュー曲です。ちょっと古めの曲ですけど、当時結構流行ってて冬の定番曲になってたから知ってる人たくさんいますよね。綺麗だけど静かな曲なので皆さん乗れないかなと思いましたけど、そんなことなかったですね。よかった。本当は最初にこの曲を持ってくるのって結構勇気がいったんですよ。古い曲だし外したらあとずっと静まっちゃいそうで。でもメンバーがみんなこの曲好きだったし、何より私が大好きだったので、どうしてもってことでこれにしました。さて曲の紹介も済んだことだし、ここでメンバーの紹介に移らさせてもらいますね。まずはそうですね、私から。3年 A 組小木曽刹那、ボーカルです。こういうところに立って歌うのほんと生まれて初めてなのですごく緊張してました。でも皆さんのすごい声に後押しされて普段の実力以上の力が出せてると思います。本当にありがとうございます。あと例の投票も明日が締め切りなのでよろしくお願いします。やられた。余裕あるじゃん、刹那。許せない。何あの女、こんなところで選挙活動？絶対に許さない。小木曽刹那、ギャグじゃん。続きまして3年 E 組北原春樹くん、ギターです。北原くんは学園祭実行委員とかクラス委員とかいろいろなお仕事を兼任してるのでお世話になった方も多いと思います。嘘。何あれ、春樹じゃないだろ。あいつあんなに弾けたっけ？コーチが優秀だとってやつじゃない？俺のどこが劣るってんだよ。性別とか春樹の好みとか
普段と同様、いつも私たちメンバーを影日向から支えてくれるとても頼りがいのある人です。相変わらず時と場所をわきまえない。というか、ここはさすがにわきまえなさすぎてないか？次の曲で彼のソロパートがあるので、失敗したら笑ってあげてください。せつなって結構調子に乗るタイプなんじゃ。そして最後、3年 E 組東間和沙さん。東間さんに関しては皆さんいきなり驚かされたんじゃないですか？よし、次行ってみよう。次。あくまでもやる気なのな。私たちのユニットに参加してくれたのが不思議なくらい実力がずば抜けてて、何度助けられたかもう数えきれません。今さら後に引けるか。なら絶対ついてこいよ。そんな彼女が担当するのはキーボードとサックスとそれからベース。お前なんでもできるな。で、サウンド・オブ・デスティニーはベース外してキーボード入れろって。なんて嫌味な天才。いや、みんな考えついたのはやつだぜ。春樹だよ。トーマはあまり乗り気じゃなかったらしい。それでも簡単にやっちゃうところが思いっきり嫌味なんだけどな。でもやっぱかっこいいな、あの子。そればっかりは認めざるを得ない。あれで性格さえ普通ならお前と人気を二分しただろうな。下級生の女の子たちの。やかましい。ホワイトアルバムが成功したのが大きかった。お、これあれだ。ごめんね。
なんか刹那の様子変じゃない？竹谷？外すな外すな外すなよ、頼む、もうちょい。春樹のソロなのに本人以外がみんなガチガチになってどうすんのよ。おっしゃ会場の大歓声に包まれながら、俺は胸の奥から大きく息を吐き出した。奇跡のノーミス。まだ最後の曲が残ってはいるけど、とにかく一つの山は完全に越えてみせた。んだけど、ベースはもう放心状態。自分は、全然適当に弾いてたくせに。ボーカルはすでに感極まって泣きそうになってる。というか今は俺の方ばかり見てないで、観客の声援に応えてほしい。ねえ高弘、これもどこかで聞いたことなかった？高弘ってば。うるさいな母さん、黙ってろって。何よ、周りの方がよっぽどうるさいじゃない。ギター始めようかな。いいわよ、自分でアルバイトして買うならね。道は険しか。気づいた人は少なかったと思うけど、2曲目に関しては全体的に見て練習の時よりも完成度が低かった。特に俺のソロパートの直前。しかも俺じゃなくてトーマのベースと刹那のボーカル。2人とも視線が泳いでたり適当だったり声を詰まらせたりして、じっくり聞いてみれば結構ひどいものになってるはずだ。蓋を開けたら俺だけが頑張ってた。そんな全く想像もしなかったオチが待っていた。なのに今の二人の嬉しそうな表情はどうだろう。何の悔いもなさそうな走りっぷりは何なんだろう。俺が弾けたことがそんなに意外か？自分たちのミスなんかまるっきり気にならないくらい？こいつらはどこまで俺のことを信用してなかったんだろう。どこまで俺のことを深く心配してくれてるんだろう。なんて、今は俺まで感傷に浸ってる場合じゃない。次が最後の曲です。すべてを出し尽くして放心状態の俺の頬に何かがコツンと当たった。振り向くと目の前に小さな拳。その先にいたずらっぽい笑顔を浮かべたトーマ。この曲は多分皆さん知らないんじゃないかと思います。北原にしては頑張ったんじゃない？そんな思いやりがあるんだかないんだか、褒めてるんだか投げやりなんだかわからない、サバサバとした、でも心からの笑顔。多分も何もないですね。昨日完成したばかりの私たちのオリジナルです。けど、やっぱりそんな笑顔も一瞬だけ。反応に困っている俺をさっさと置き去りにして5分ぶりに定位置のキーボードへと戻る。1日しか練習してないのでうまくできるかどうか分かりませんけど、さっきまで端で上がっていた唇は横一文字に結ばれて、いつもの凛々しいトーマ上総が出来上がる。その凛とした表情が俺に言葉以外で告げてくる。最後の最後まで心の底から楽しんで歌います。皆さん
聞いてください。さあラストスパートだ。タイトルはまだ引くか。あんなのは食後の運動だ。俺は生も根も尽き果てた。軟弱者。前の時みたいに椅子に逆に腰掛けて背もたれに頬杖をつく俺にトーマのいつも通りの優しいバリ雑言が飛ぶ。終わったな。最初から3時半には終わる予定だった。うまくいったな。不満だらけだ。良かったのは最初だけだった。それでも大成功だ。大受けだっただろ。音楽心ミューズに申し訳が立たない。信心深いんだな。大歓声に包まれ幕が下り、誰もが放心状態のまま黙ってそそくさと後片付けして撤収し、なんだか照れくささを隠すようにぎこちない挨拶で別れたのが30分前。大成功だったのに、大成功だったのがなんだか信じられなくて。小木曽は一緒じゃなかったのか？イオに連れて行かれたよ。今から昨日の穴埋めでカフェの接客だって。あの衣装のまま？あの衣装のまま。かわいそう。大正ロマンじゃなかったのか？あっちの方が受けがいいだろう今は。さっきまでステージの上で輝いていた刹那のままで目の前でお帰りなさいませとか言ってくれるわけで、閉店までたった1時間の超期間限定サービスに今頃は想像したくない行列ができているに違いない。気の毒に小木曽。本当にそう思ってるか？あの衣装のまま至近距離で男の視線にさらされるなんて拷問だ。トーマだって今至近距離で男に見られてるだろ。そんなシニカルな発言をしておいて、しかも着替える時間なんか余裕であったはずなのに、ノーマはステージの余韻を身にまとったままだった。どうして着替えてないんだ？めんどくさいから。寒くないのか？寒いに決まってるだろ。もう秋も終わりだぞ。お前実は気に入ってるだろその衣装。そうなんだろ。うるさいな。なんで北原はいつもそんなに細かいんだ。だいたいお前は最初に会った時から。そのおかげでトーマと一緒にいられるようになった。俺は間違ってない。ほんとうるさいな。そんなトーマのつぶやきは窓の外の喧騒にゆっくり溶け込んでいった。